分、被告人を懲役13年に処する。未決拘留日数中300日をその刑に算入する。パソコン本体1台及びハードディスク1個を没収する。訴訟費用は被告人の負担とする。罪となるべき事実。第1、熟成嘔吐共謀の上、東京都内のホテルの一室において A さんが飲酒酩酊のため皇居不能であるのに乗じ当人と性交した。第2、大阪市内のマンション一室において C さんが飲酒酩酊のため皇居不能であるのに乗じ当人と性交した。第3、熟成 N、Y と共謀の上、東京都内のマンション一室において B さんが飲酒酩酊のため皇居不能であるのに乗じ当人と性交した。裁判所はこれらの事実を認定しました。被告人は自らが経営するナンパ塾の活動の一環として塾生らとナンパし、男性側が酒に酔わないように手順した上で被害者を酔わせ、泥酔した被害者と自らが性交するだけでなく塾生にも性交するよう指示した。お前も即な。犯行の際には被害者に無断で性交の場面等を撮影。このような対応は被害者の人格を蔑視するもので非常に悪質。いずれの被害者も多大な精神的苦痛を受けており、厳しい処罰感情を述べているが、被告人は反省の態度を一切示していない。以上の事情を踏まえ、近似の法改正の趣旨に照らし合わせ、主文の刑に処すのが相当であると判断した。被告人はマスクをつけていたので、その表情を伺い知ることはできませんでしたが、落ち着いた様子でした。言い渡しが終わって即で弁護人と話してましたけどね。2020年3月11日からついに東京地裁と高裁でもあのウイルスのせいで使用できる傍聴席が減りました。塾長の判決公判の席が何席使用できるのか全然わからなかったので、心配性の私は開廷1時間前から並びました。13番目だった。でも最高すぎる優しい裁判長のご配慮でなんと52席全席開放。ぎゅうぎゅうの満員で開廷となりました。塾長の裁判は2018年12月に始まり、2020年の3月に終わりました。すごく長かったです。私は多分8回傍聴しています。彼は控訴するはずなのでまだまだ続きます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願